皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。空気清浄機という言葉を必ず一度は聞いたことがあると思います。あるいは多くの人がこれを購入し、自宅の室内空気の浄化に用いていると思います。私は長年空気清浄機について研究してきましたが、この過程でその名称に疑問を持ちました。今回は空気清浄機の名称と処理性能の間の矛盾についてお話しします。私たちの居住空間は建材や家具などから放出されるさまざまな化学物質、室内環境で増殖した微生物の死骸、あるいは室外から侵入した同様の物質により多かれ少なかれ汚染されています。多くの人はこれらの物質に対して耐性を持ち、特に大きな問題を生じることなく生活しています。しかし、私たちの中には化学物質過敏症のような健康被害を受けている人がいます。多くの人が室内空気の質の向上のため空気清浄機を購入し、空気の浄化を行っていることと思います。しかし、このような機器の浄化性能は皆さんが考えているほど高くはありません。その多くは埃くらいを除去するだけで、化学物質についてはほとんど処理できないと考えた方が正しいです。そもそも空気清浄機とはどのようなものを指すのでしょうか。日本での大まかな定義は、空気中を浮遊する塵埃、花粉、ハウスダストなどを除去し、汚れた空気を浄化するための装置となっています。すなわち、私たちが空気清浄機と呼んでいるものは、空気中を浮遊する埃などを取り除くことができれば良いのです。しかし、多くの消費者は空気清浄機が塵埃の除去は当然であり、空気中に含まれるさまざまな化学物質、細菌、ウイルスも処理してくれると思っています。この大きな誤解はなぜ生じているのでしょう。おそらく空気清浄機という一見万能の機器と思い込ませるような名称が原因であると私は思います。以下では空気中の揮発性有機化合物、すなわち VOC の議論を始めます。これにはその濃度を表す ppm という単位の知識が必要なので、これについて簡単にお話しします。ppm はパーツパーミリオン、100万分の1の略語です。1ppm とは1立方メートルの空気中に1立方センチメートルの VOC が均一に混合されている時の濃度に相当します。その1000分の1は 1ppb、 さらにその1000分の1は 1ppt です。詳細は別の動画第1章1の20を視聴してください。環境中の有害物質による健康被害のリスクを低減するため、厚生労働省は1997年から2002年までに13種の VOC に対して室内空気の環境指針値を設定しました。その後、修正や新たに3種類の VOC が追加されました。
これらは 0.1ppm すなわち 100ppb 程度またはその前後の値となっています。例えば1990年代にシックハウス症候群の元凶とされたホルムアルデヒド HCHO の環境指針値は 0.08ppm です。私の研究室では10社以上の空気清浄機の製品を手に入れ、1立方メーターの空間において代表的な揮発性有機化合物 VOC の処理性能を調査しました。残念ながら検討したもののほとんどが数時間経っても 0.1ppm の周辺にある環境指針値をクリアできませんでした。VOC 濃度が 1ppm 程度まで下がると、その周辺で濃度低下がほぼ停止したり、遅くなったりしました。実空間では空気の量が多く、また建材などから VOC が放出されるのですから、VOC 濃度を低下させることはさらに困難になります。したがって設定されている環境指針値は絵に描いた餅のようなものになっています。我が国では国土交通省が2003年の建築基準法の改正により、すべての建築物で24時間の換気システムの設置を義務付けました。住宅であれば1時間あたり室内空気の半分以上を換気する必要があります。これは空気清浄機の性能向上の限界を感じた政府が取った苦肉の方策なのかもしれません。しかしこれには外気がきれいであることが前提となりますね。煙を出す工場の周辺や車の排気ガスが多い交差点など、大気がひどく汚染されているところに自宅がある場合、むしろ換気を行うと室内空気の質が前よりも悪くなってしまうと思います。そもそも正常という言葉は何を意味するのでしょうか。1よりも大きな値を表す漢字の単位に10、100、1000、万、億、兆があります。これとは反対に1より小さい値を表す漢字の単位がありますね。部、輪、毛です。これらは野球の打率を表すのに使われているので、私たちは耳慣れしています。それぞれ10のマイナス1乗、10のマイナス2乗、10のマイナス3乗を表しますね。それではこの後にさらに小さな値を表す漢字の単位があることをご存知でしょうか。C、10のマイナス4乗、骨10のマイナス5乗、微10のマイナス6乗と続きます。そしてその後に人10のマイナス9乗、愛10のマイナス10乗が現れます。さらにたどっていくと、なんと正常という言葉があります。これは10のマイナス21乗を表します。正常の意味を知ったとき、私は埃しか除去できない空気清浄機は空気除穢機と呼ぶのが適切ではないかと思うようになりました。塵、埃よりもはるかに小さな単位である正常の世界は空気分子以外にほとんど何もない状態であるということができるでしょう。
空気清浄機という言葉を用いるのであれば、少なくとも壁などから VOC の放出がないとき、その機器が環境新地をクリアできる性能を持たなければならないと考えます。簡単に言うことはできますが、1ppm レベルにおける空気浄化は容易ではありません。1ppm の VOC を含む空気を浄化する場合、100万個の空気分子中に含まれる1個の VOC 分子を処理する必要があります。いわば100万人の群衆中に潜む1人の犯人を探し出して逮捕するようなものです。HCHO の環境新値は 80ppb です。今 1ppm の HCHO を環境新値以下にすることを考えましょう。これは10億個の空気分子中に含まれる1000個の HCHO 分子を80個以下にしなければならないということです。これより 1ppm レベルの VOC を含む空気の浄化がいかに困難な作業かがわかると思います。VOC 分子を探し出すことの難しさに加えて、1ppm 近傍では空気分子が VOC 分子よりも圧倒的に多いので、空気が VOC 捕獲の邪魔をすることも空気浄化を困難にしていると私は考えています。人混みの中で知人を見つけても、人の流れに押され、知人になかなか近づくことができないことがありますね。1ppm の近傍、それ以下の濃度では、そのようなことが起こっているのだと思います。ましてや、分子には知能がないので、反応しようとする分子が VOC 分子へ意識して近づこうとはしません。環境新値をクリアするには、このような条件でも確実に VOC 分子を捕獲し、分解、除去できる技術の積極的開発が必要なのです。国が決めた環境新値をクリアできなくても、空気清浄機は立派に商品として売られています。消費者は日本の技術力の高さを信頼し、あの有名メーカーの製品だから、日本のメーカーは高い技術力を持っているから、何万円もしたのでそれに見合う性能を持っているはずだからと疑心なしに購入するのだと思います。また空調機メーカーの真実を隠した性能以上のイメージを与えるコマーシャルも原因であると思います。さらに消費者が製品の性能を自分で確かめることができないことも原因の一つですね。消費者は VOC の測定器を持っていません。持っていたとしても 1ppm 以下の VOC 濃度を正確に測定することは容易ではありません。私の場合、低濃度の VOC 測定法の開発を含めて空気清浄機の研究を行いました。クーラーが売れるのは手をかざせば冷たい空気が出ていることを消費者が感知できるからです。そうでなければクーラーを購入する人はいなくなると思います。空気清浄機でも消費者が空気浄化の程度を簡単に知ることができるようになれば、
メーカーの製品開発の意識が変わり、空気清浄機の名称に恥じない製品が多くなることでしょう。一方で、環境新地付近、あるいはそれ以下まで空気を浄化する必要があるのかと疑問を持つ人がいると思います。環境新地以上の空気でも耐えることができる人はそう思うでしょう。しかし、そのような空気に耐えることができず、健康被害を訴える化学物質過敏症の患者さんがいます。このようなことから、空調機メーカー、特に多くの視力と開発担当者を持つ会社は、視点を変え、空気清浄機の名称に恥じない機器の開発に乗り出すべきだと思います。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。